はい。全国民10万円給付特別定額給付金の2回目、給付金必ずあるということで、給付金の最新情報についてお話したいと思います。で、給付金に関する動画っていうのは、新しい情報が出ましたらすぐに動画でお話しさせていただいてますと。で、新しい情報が出たらすぐに知りたいという方、あるいは給付金に関する情報が出たらすぐに申請をして、できるだけ早く給付されたい、あるいは確実に給付絶対されたいという方は、ぜひチャンネル登録をしていただければというふうに思います。早速いきたいと思います。まず特別定額給付金の2回目なんですけども、これはまだあるかないかっていうのは分かってないですと。で、ただ給付金は必ずありますというふうにお題目にさせていただいている理由がありますと。で、まず特別定額給付金って何だっけってことなんですけども、これはコロナ禍にあった2020年ですねにあった、国民1人当たり10万円を給付しますといったような給付金ですと。で、それの2回目をやったらどうだという声が最近上がっているといったようなところです。ただまだあるかないかっていうのははっきりしてませんというところです。ただ給付金というのは必ずありますということについてお話しさせていただきます。まずこの2回目を求められている理由としては、とにかく国民の声があります。生活費の負担が苦しいといったような声がめちゃくちゃ上がってますと。コロナ禍よりも生活が苦しいと。コロナ禍というのは旅行業だったり、あるいは観光、あるいは外食に関するようなもの、そういったような業界は非常に苦しかったと。外出制限とかありましたので非常に苦しかったというのはありますが、我々一般的な国民に関してはコロナ禍よりも今の方がきついと、生活が苦しいといったような実態があります。物価が上がっているのに対して給料は上がっていないと。物価はスーパーなどに行ってももう物によっては2割3割、すごいものになると5割ぐらい上がってしまっているというような現状があります。それに対して給料は上がっていないと。新聞などでは給料はだいぶ上がってますよ、ベアしてますよというふうにベースアップしてますよというふうな記事も載ってますが、それはあくまで大手の企業に限られて、我々一般的な国民、中小企業ほとんど勤めてます。そういった我々一般的な国民の中小企業の給料というのはほとんど上がってないと。国民生活の下支えが必要といったような状況になります。そういった状況で、岸田内閣の支持率もめちゃくちゃ下がっているといったような状況です。もちろん政治不信、裏金問題というものはありましたけれども、やはりこういった政策が満足いきませんよということで、とんでもない低支持率になっていると。最新でいうと支持率 14%、あるいは不支持率が 82% に上っているといったような状態までなっています。今年は衆議院解散のタイミングではないかというふうに言われています。というのは、今年の9月に自民党の総裁選があります。こういった低支持率ではもう当然岸田首相をこの自民党の総裁に再選させるということはありませんので、岸田首相としてはその前に衆議院解散を行って、自民党が議席を減らすもののこの過半数を確保して、そして政権与党としていられることで、国民に信頼を得ましたよというふうなシナリオで自民党の総裁選に再選するといったようなところを目論んでいます。ただこの低支持率ではもう到底解散をすることなんてできませんと。過半数確保するどころか与党でなくなってしまうというふうな状態になりかねないので、この低支持率を無視することができないと。この低い支持率では解散は絶対無理というところがあります。岸田首相としてはこの1月から6月の通常国会で政治資金規正法の改正を行うと。裏金問題、今回あったこの裏金問題を解決するような政治資金規正法を改正して、そしてさらにこの6月からは去年の年末に経済対策案として出した減税1人4万円というものがスタートするタイミングでもありますので、政治資金規正法を改正してこの減税4万円をスタートさせて、国民の支持率を少しでも上げて解散するといったようなシナリオを考えていますと。ただこの低支持率なので、今のままの状態ではおそらく支持率は上がってこないという状態があります。そこでこの国民の声を受けて支持率を上げなければということで、この特別定額給付金の2回目やってくるんじゃないかというふうなことが言われていますと。で、この特別定額給付金の1回目も、この自民党が1人10万円給付ということをもともと言ってたわけではなくて、国民として
1人10万円給付やってくださいという声がめちゃくちゃあったと。でそれを公明党が汲み取って、その公明党が自民党に突き上げて、それで1人10万円給付になったというふうな経緯があります。さあ今回もこの国民の声を受けて、この2回目といったようなものが実現する可能性はないかというふうに考えていきたいと思います。でこの特別定額給付金の2回目になるような、10万円の給付ということでいうと、例えば国民民主党とか、あるいはれいわ新選組といったようなところが、こういった10万円の給付ですね、インフレ手当だったりとか、あるいは四半期に1回10万円給付するといったようなことを、政策として提言していくというふうに謳っています。さあこの給付金は必ずあるというふうに言っている、その理由としてはこちらになりますね。こちら最近の給付金挙げています。企業は除いて個人に対する給付金です。このように給付金というのは繰り返し給付されています。給付金は繰り返し給付されるということですね。これは1万2000円給付されたのが2009年ですね。それから2020年、これはコロナ禍にあったこの給付金ですね。1人10万円が給付されたといったような形になります。でそれから非課税あるいは低所得の世帯に限るんですが、2022年あるいは2023年と10万円10万円といったような形で連続して給付がされているといったような形です。繰り返しですけれども、給付金は必ず繰り返し給付されるといったような歴史があります。例えば各自治体の給付金だったりとか、あるいはこれは世帯が限られますけれども、子育て支援金とか、あるいはこれも非課税とか低所得の世帯に限ると思うんですけれども、生活保護だったりとか、いろいろな形でですね、ちょっと性質は違うかもしれませんが、給付金っていうのはとにかく繰り返し給付されています。でこの特別定額給付金の2回目が、あるかないかわからないんですが、同じようにこの給付金っていうのは繰り返し給付されてきた歴史がありますので、また国民がこの生活苦しいということで全国民に対して10万円給付されるというふうなことも可能性としてはあるんじゃないかなというふうに思ってます。でこの動画また新しい給付金の情報出ましたらすぐにお話しさせていただきたいというふうに思います。であるいはこの給付金に関する動画っていうのは結構皆さん見ていただいていて、でおそらくめちゃくちゃ再生されてるんで、政府の方とかあるいはこの与党の方、岸田内閣ももちろんそういった動画を関係者の方が見られるっていうパターンもあると思います。でコメントもたくさん入れていただいてます。でそのコメントもおそらくそういった方が見ていらっしゃると思うんで、ぜひこの給付金の内容に関して賛成あるいは反対という一言でも構いませんので、ぜひコメントで入れていただければと思います。必ずそういったことは届いているんじゃないかなというふうに思ってます。ありがとうございました。